長野県は岡谷市にあるレコードショップセラーレコーズの浜幸喜と申します。中古レコードをメインとして CD カセットも展開しております。私はレコード屋さんやってると同時にドラム奏者としても活動しておりまして、メイエ原さんだったり柴田聡子さん、サマーアイさんなどのライブサポートやレコーディングに参加して演奏活動もしております。この建物が眉蔵、蚕を育てる蔵をリノベーションして作ったんですけど、長野県岡谷市っていうところがシルクなんていうか栄えた町で、昔はこういう眉蔵が市内に点々といっぱいあったんですけど、衰退とともに取り壊されちゃって、ここが前のオーナーさんが倉庫に使われてる関係でずっと残ってて、お店の名前も考えたんですけど、セラーが蔵ですね。蔵なんで第一印象って本当蔵だし、それ以上でもそれ以下でもないなっていうか、素直に蔵、英語にしたセラーがいいかなと思ってセラーレコードにしました。あ、そうですよね。はい、そうなんです。残しときたい建物ではあるみたいですね。聞いたことないかもしれないですよね。指定文化財みたいなの言ってるんですけど、市がお金出して保管するとかそういう動きでもなかったんで、手に入れたオーナーの好きにやらせてもらえる感じですね。昔からレコード屋さん本当に時間あればいっぱい行ってたんですけど、いつかレコード屋さんなんとなくやるのかなみたいな、うっすらそういう気持ちはありまして、同時にコロナ禍になった時に自分の父が建築とか設計の会社を家族でやってるんですけど、その父がこの蔵の建物を紹介してくれて、なんかやってみるかみたいな後押しっていうかしてくれて、じゃあこのタイミングだからちょっとレコード屋さんやろうと思って、それがきっかけですね。土壁の部分とかボロボロで朽ちてたりとか、前に使われてたオーナーさんが生活雑貨の卸業者をやられてて、倉庫として使ってたんですけど、マスクないと入りたくないなってぐらいの荒れ具合でしたね。耐震の基準とかもクリアしないといけなくて、リノベーションする前とかはこの建物が道路側に傾いてるみたいな状態だったんですね。修繕する前にゆっくりこっち側に引っ張ってとか、大掛かりな作業がありました。梁とか上にある灰色のあれがあることで倉庫っぽいインダストリーな感じになって、逆に良かったなってちょっと思います。あからさまにリノベーションしましたみたいな感じにはあんまりしたくなくて、できるだけインダストリーな感じかつラフな感じにしようって考えてました。やっぱり自分がいろんなジャンルの音楽が好きで、特にジャズとかソウルとか、あとエクスペリメンタル現代音楽とかがメインで好きなんですけど、いろんな要素が折衷されてる音楽っていうのが一番好きだし、ドキドキする音楽なので、なるべくそういった絶妙なものだったりとかっていうのを買い取らせていただいたレコードから探して、できるだけレコメンドを書いて出しています。あとは単純にレコードを長年買われてるユーザーの方っていうのは、レコードで聴きたい音みたいなのがはっきりとやっぱ皆さんあると思うので、レコードで聴きたい音が高確率で聴けるのって初期プレスだったり昔のプレスのものがやっぱり圧倒的に多いと思うので、そういったものを状態が悪いものだったら綺麗にしたりして、自分が聴いた長官上の感想とかもレコメンドと書いたりしてプッシュしてセレクトしますね。岡谷市にお住まいの方もいらっしゃいますし、山梨とか岐阜、名古屋、長野の中とその周りを囲んだ県の方が来ていただけることが多いですね。お店やって実感するのは、自分の耳の感覚に近い方多くいらっしゃるんだなって思いますね。レコードに書いてあるレコメンドにビビッと来て買ってくれるお客様いらっしゃったりして、感覚の近い方とお話できたりお友達になれることは結構あるんで、お店やってて嬉しいなと思う瞬間ですね。自分で言うのもあれなんですけど、レコメンドを一つ書く時とかでもプレイヤー目線というかで書くことが多くてでして、楽器の音を聞くにあたってプレイヤー目線で分かることみたいのを書くと、読んでくれる方楽しい感じに思ってくれるようで、そういうところですかね。その目線でしか書けないっていうか、
年に2回なんですけど、秋口に毎年やってまして、毎日お店やってるとお客さんがお店に来てくれた時もどうしても在庫だったり買い取りの関係でお客さんにマッチするレコードがあんまり置いてないっていうこととかってやっぱあるんですよね。長野県のレコードショップとして正直なこと言うと、自分のお店の在庫だけじゃ定期的に来てくるお客さんを満足させられないっていうのもあるんで、なるべくエッセンシャルでいいレコードを販売したいなって考えた時に、自分の好きなレコード屋さんだったり気になってるレコード屋さんを呼んで一つのマーケットとしてやれば、お客さんだったりレコードユーザーを満足させられるのかなと思って始めました。自分の好きなレコード屋さんから買い物できるって、自分も嬉しいっていうのもあるんですけど、それぞれのお店のブースを作って、そのお店の方とお客さん1対1でお金取引をするっていう感じで、そういう形式でやってますね。アメリカのレコードマーケットとかコンベンションとかそういう感じだったんで。そうですね、1回目の時それやりました。皆さん楽しんでくれる方いらっしゃって、逆にその出してくれたミュージシャンの方々にも本当に改めてありがとうございますって感じですね。レコードに出会ったのはそんなに早くなくてでして、小学校の時からなんとなく音楽が好きで聴いてたんですけど、中学入ってから音楽をちゃんと深掘りする人たちと友達になれて、より音楽聴くのが楽しくなったんですけど、その音楽よく聴く友達が中学から高校に上がるぐらいのタイミングでレコードを買い始めて、やべえかっこいいと思って、その友達はいきなりマイルス・デイビス、エレクトリック・マイルスとか買ってるやつもいたし、トリップポップとか買ってる友達もいたりしてけど、結局そのタイミングで僕買わなくて、大学2年生か3年生の時に知人がテクニクスの SL1200 をすごい安く売ってもらって、レコード自分で買い始めましたね。最初に買ったレコードはクラフトワークの初期のコーンのジャケの 1,2 枚とアウトバーンとラルフ&フローリアンの4枚のアルバムから選曲したコンピレーションを買ったのが一番最初ですね。クラウドロックは高校2年生とかの時から YouTube がサービス始まったっていうのもあって、クラフトワークだったりカンだったりとかライブ映像見ててすごい刺激的だったので、クラウドロックのアーティストはレコードを見かけたら買おうと思って、たまたまそのコンピレーションを見かけたんで買いましたね。レコードリスニングっていう面で言うとソウルのオリジナル版になるんですけど、すごいベタですけど、リロイ・ハトソン、レコード聴く楽しみを何十倍にもしてくれたアルバムで、オリジナル版で買って聴いた時にレコードで聴く意味ってこういうことかっていうぐらい自分にすごいフィットする音ですごい興奮したことを覚えてます。大学入った時に自分が一人暮らししてたアパートの近くに自分のリスニングの感覚と近い音楽友達と出会いまして、年上の人なんですけど、その人がシカゴソウルとかメローナソウルのコンピレーションとか自分に教えてくれて、その中にリル・ハトソンがあったんで聞いたら、自分が聴きたい音楽、自分が満たされたい感覚のものはソウルとかブラックミュージックにあったんだっていうのを知れたきっかけというか、自分の初めて買ったレコードプレイヤーと MD コンポのスピーカーアンプもそのコンポについてるアンプを通して聴いてたんですけど、それでもすごい強い感動があったというか、だからやっぱり古いプレスのレコードってみんな買う理由がすごいわかるなって納得した。エクスペリメンタルもすごい好きでよく買ってるんですけど、買うようになったきっかけっていうのが、渋谷にバースデスっていう古着屋さんがありまして、昔からセレクトの感覚とかエッジなセレクトなんですけど、古着売ってると同時にレコードだったり CD も売ってたんですけど、そこにクリスチャン・マークレーのフットプリンツだったりとかエクスペリメンタルの超お宝レコードみたいなのがディスプレイされたり売ってたりとかしてて、もともとクリスチャン・マークレーとかも聞いてたんですけど、現物見た瞬間にもっとこういう音楽のこと知りたいしレコード欲しいみたいな強く思ったきっかけがそのお店で、エクスペリメンタル積極的に聴くようになったきっかけの一つではあるかもしれないです。はい、お願いします。これはお店のロゴで、加瀬徹さんっていう好きなデザイナーさん、その方に作ってもらったロゴです。
これがその加瀬さんが作ってくれたロゴなんですけど、そっちなんかネオンにしました。ありがとうございます。どうぞ。すいません。グッズだったり T シャツとか作るの好きで、お店のグッズとかは定期的に作ってます。これも自分が昔からお世話になってる友達のあんこさんっていうイラストレーターに描いてもらったお店のキャラクターだったり、ロゴの T シャツとかを作ってたりとか、このスウェットとかは柴田聡子さんっていうシンガーソングライターのサポートやってるんですけど、そういうご縁もあって柴田さんに自分の店名を書いてもらったものを刺繍にしたスウェットで、この店でライブも結構やってるんですけど、メイエハラさんのライブの時に作った T シャツだったりとか、これは柴田さんのバンドでやった時の記念の T シャツだったりとか、ジャッキー・ミッティのショーケースというアルバムからちょっとサンプリングして、ここは近所の友達にそのアルガさんっていうすごい古着好きな友達がいて、アルガさんが集めている音楽関連のものが多いんですけど、自宅で販売してたりとかもしてます。レコードと一緒に本買い取りさせていただく機会として多いんで、音楽書籍だったりアートブックを中心に置くようにしてます。ちょっと今少ないんですけど、中古のカセットだったり新譜のカセットとか、プレイヤーもちょろっとだったり、スティールパンみたいなやつとか、楽器とかもたまに買い取らせていただくこと結構あるんで、そういうのとかもここに置いてたりします。ここにある CD とかは自分の好きな内容の CD を結構ここに置いてたりとか、あとここは7インチですね。すごい安い7インチも買い取りさせていただくこと多いんで、50円とか100円とか300円のセール品っていうか置くようにしてます。こっちが中古レコードの新入荷。ここはジャンルレスでいろいろ置いてたりしますね。ここはソウルで、ソウルから発生してレアグルーブ。こっちに来て、ジャズ、スピリチュアル、ジャパニーズジャズとかフュージョンだったりとか、ここにそれぞれなんか新譜、ジャズとか、ブラジルとか。新譜って本当に予算的に大変なんで、最近控えちゃってますけど、本当に高いですね。2年前ぐらいからポール・ホーンっていうジャズのリード奏者のアルバム見かけたら買うようにしてて、本当に面白い作品をいっぱいリリースしてる人なんですけど、ポップスだったりとかクラシック室内楽だったりとかジャズの曲もやってるんですけど、いろんなジャンルの曲を取り上げてやってて、ジャケから察するにフラワームーブメントにもなんかリンクするような感じ、バカラックの曲とかもやってたりしてバランスが面白いいいアルバムですね。はい。ポール・ホーン、ジミー・ジフリー、チコ・ハミルトン、ザボとか、メインストリームで当時面白い音楽やってた人っていっぱいいるし、今挙げた人たち安く買えるから、それがやっぱ今面白いですよね。自分的に結構今聴いてちょうどいいなっていうアルバムの一枚で、アンビシャス・ラバーズはアート・リンゼイがいるグループなんですけど、アート・リンゼイのプレイも面白いんですけど、ビル・フリゼールだったり当時のニューヨークのエクスペリメンタルだったり即興とか、ジャズシーンの面白いプレイヤーも参加してたりしてて、 80s サウンドでポップでありつつもやっぱりストレンジな要素がすごいバランスよくマッチしてて、聴くたびにやっぱ面白いなっていうのと、バリアリック的解釈としても聴ける曲もあったりしてバランスがいいなと思う一枚ですね。ここがジャパニーズのコーナーで、その隣にジャパニーズの新譜があったり、ちょろっとですけどクラシックサウンドトラックとかもあって、ヒップホップ、今少なくなっちゃったんですけど、アンビエントとかニューエイジエクスペリメンタルの中古レコードと新品のレコード。そうですね、この中ですとこれスイスのハープ奏者のアルバムなんですけど、アメリカに買い付けに行くと本当に腐るほどの量があるアルバムなんですけど、実際聴いてみるとニューエイジとして極上で、エスノっぽい曲もあったりとか、チープな割にストックがいっぱいある割に聴くたびに面白さ感じれるアルバムで、顔もいいですね実際買い付け行って思うのが、あっちで1ドルぐらいで買えるけど、日本の相場では2000円いかないぐらいまでのレコードとかって仕入れた割には送料とかの関係もあって全然やっぱ儲けがやっぱないレコードって結構やっぱあるじゃないですか。
このレコードもそれの1枚でっていう意味でもなんかすごい愛らしいというかすごいいいレコードですね。こっちがディスコグスに掲載している商品なんですけど、国内版の状態のいいもので帯付きだったりとかプロモだったりとかそういったレコードを販売しているコーナーです。海外需要ってそのマニアの人とかには需要あるとは思うんですけど、ライブとか買い付けでいろんなアメリカのお店回った時にこういうそのジャパンプレス帯付きのものを取り扱ってるお店あるんですけど、そこの在庫もなんかあんまり正直動いてないような感じがどうしてもあっちゃって、ちょっと飽和気味な感じは否めなくもないなと個人的には正直思ってます。ここは一応そのなんかメンチンなんですけど、ジャンルは特に仕切ったりはしてなくて、その時の個人的なエッセンシャルなレコードを置いてる感じです。今のおすすめはやっぱりこれですかね。鍵盤奏者ジョージ・ラッセルのエレクトリック・ソナタ for Soul Loved by Nature ってアルバムなんですけど、比較的抑制されたテンションのモーダルな演奏にテープ素材をエフェクトかけたものがひたすらレイヤーされたりされなくなったり、この音の抜き差しだったりとかコンセプト的にも確か71年とかなんですけど、なんか早いなっていうか、店内でおすすめしてかけることとかも結構あるんですけど、聞く人大体驚くアルバムで、これは本当になんか絶妙なバランス感覚のアルバムだと思います。読み方わかんないんですけど、スペインの結構オブスキュアな上質なオブスキュアレーベルがあって、このマークのレーベルなんですけど、そこから出てるギタリスト奏者のアルバムなんですけど、ブルッティコラムっぽいひんやりとした質感もありつつ、ギターの上物がひたすらビートレスでただただ流れていく感じのアルバムで、ギターアンビエントとしては本当にすごい優秀な作品じゃないかなと思います。A 面の終わりぐらいにブルージーな曲が入ってくるんですけど、アンビエントっぽい曲の中にいきなりちょっとブルースの歌物みたいな曲が入ってきてて、その曲もめちゃくちゃいい曲で、そういったそのバランス感覚も含めめちゃくちゃいいアルバムですね。ちょっとこれレコメン書いてないんですけど、これアネッタ・ピーコックとポール・ブレイの共作アルバムで、ちょっとバランス感覚っていう言葉いっぱい使っちゃうんですけど、これもすごい絶妙で、ドラムがハンベニンクなんですけど、オルガンのひたすらそのループされたコード進行の上にハンベニンクのすごいなんかドカチャカしたドラムがレイヤーされていくんですけど、なんか波みたいに激しく現れては激しく去っていくようなハンベニングのプレイもすごい素晴らしいし、ピーコックとポール・ブレイによる美しいコード進行の上でストレンジなプレイがレイヤーされてて、それがすごいミラクルなアルバムですね。特に1曲目が MJ っていう1曲目が本当にいい曲です。お店の再生機器なんですけど、タンヌイなんですけど UK のタンヌイじゃなくて US のタンヌイでヴィンテージで買ったんですけど、この岡谷市の隣にある松本市に五花サウンドラボっていうご自身で制作した音響機器だったりヴィンテージの音響機器を販売してる五花さんという方がやってる工房みたいなのがありまして、ちょっと友達に紹介してもらってお店をやるんですけど、ちょっとオーディオ探しててっていう話したら、これを視聴させてくれて、一目惚れで一激惚れというか、これがいいと思って買いました。でこっちにあるんですけど、これが五花さんがオリジナルで作ってるスピーカーで、吊り下げもですし、その据え置きもできるんですけど、指向性のスピーカーで、この広さのお店やるにあたって大きいスピーカーワンペアでもいいかなと思ったんですけど、単の位に届かないところをこのスピーカーでカバーできるかなと思ったんで、これもちょっと合わせて作ってもらいました。アンビエントとか聞くのにも本当すごい適してるんです。リズミックなものも全然いい感じになってくれて大好きなスピーカーです。この真空管アンプも岡さんに作ってもらったアンプなんですけど、音の鳴りすごい気に入ってます。プレイヤーは SL1200 なんですけど、MK4 って言って33、45の他に78回転SP 版もこれで再生できるようになってて、 MK4 の一番の特徴っていうのが SL1200 って赤白のケーブルがもう完全についちゃってるやつじゃないですか。なんですけど MK4 は
ケーブルがついてなくて自分で好きなのが選べるっていうのもあってこれにしてます。 DC ミキサーはそのバリアインストゥルメンツっていうスイスのメーカーのものなんですけど、コックピットみたいな見た目がかっこいいなと思って見た目で選びました。針は手話の V15 っていう針を使ってます。今のオーディオとすごい相性がいい気がして、こっちの方は手話の M44G なんですけど、高円寺にある EAD レコーズさんのその洋蔵さんがカスタムしてるカートリッジで、お店のこういう感じでっていうのをお伝えして組んでもらいました。その組竹さんに、お世話になりました。実際お店を作るにあたって自分の兄と大西邦子さんっていう設計士の方にちょっと協力していただいて、いろんな内装だったりカウンターのデザインとかをやってもらったんですけど、その大西さんが不要になったピアノをくれるってことで引き取らせていただきました。でもまだライブでは全然使ったりしてないです。もし使うってなったら調律してなんかやろうかなと思ってます。お店始める前まで音楽を見る感覚っていうのが自分が想像してたよりも乏しかったんですけど、買い取りとかでいろんな音楽に触れるにあたって自分が今聴きたいジャンルだったりとか聴きたいポイントみたいなのも広まりましたし、もっとよりレコードとか音楽のことを知りたいっていう欲求が今の方が強いですね。それは成長かわかんないけど、そういう興味みたいなのはすごい日々高まりますね。お店やってったりとか海外に自分も買い付け行くようになったりとかして感じたとこなんですけど、昔プレスされたレコードってもう増えることはないじゃないですか。有限のものじゃないですか。いろんなレコードユーザーの元をどのレコードもこれからどんどん転々としていくんだなっていうのを買い取らせてもらったのをお客さんに売ったりとか、買い付けで知ってたレコードをお客さんに売ったりとか、自分が中間にいることでレコードは共有財産だなってより感じるので、レコード屋さんはそれのやっぱ受け渡しができる唯一の存在というか、そこのポジションに入れるっていうことは何よりも嬉しいっていうか、なんかドキドキするっていうか、そういうなんか自分の好きなものだったりかっこいいって思うものを人に共有したいとか、一緒に聴いて笑ったり楽しくなりたいっていう欲がもともとある人なんですよね。レコードの橋渡しをできるっていうのは一番喜びを感じるところだと思います。エラレコーズで3年ぐらいかアルバイトをしてまして、その時に国内版帯付きもしくは国内版プロモをひたすら eBay に出品する仕事をしてたんですけど、やらせてもらったことは今でも本当に生きてて、国内版の型番見るだけでこのタイトルだとかこのレベルかとか、この型番とこの型番だったらこっちの型番が古いなとか、そういうのが分かるようになったんで、今後につながるいい体験をさせてもらいましたね。こんなの買い取りで入ってくるんだみたいな見れるのすごい楽しかったなと思いますね。